はい、皆様こんにちは。シングルシンガポールライフですが、今回はですね、新しく始める仕事で、ノルウェーに行きますので、その時のね、初めて私中東系乗るんですが、エミレーツ利用しましたので、そのね、一旦デュバイまでの模様をねお伝えしていければなと思います。で、エミレーツといえばというような感じですが、チャンギ国際空港までね送迎付きということで、今ベンツの S クラスに乗ってねチャンギまで、送ってもらっているところですがね、簡単に言うと、身分不相応という感じではございます。はい。ビジネスをね、行きはビジネス取ったんですけども、帰りは違う航空会社なんですが、荷物がねめちゃくちゃ多かったので、これまたビジネスを取ったんですけど、やっぱ快適でした。運転手さんも当然親切ですしね、重たい荷物、進んでね運んでくれて非常にありがたかったですけどね、とてもベンツに乗るようなね、服装じゃない、送っていただくような、服装ではなかったんですけどね、今やってる仕事終わりにねそのまま、乗ると、フライトということだったので、とってもなんか場違い感がすごかったですけどね、あんまり気にする男じゃないので、そのままね、非常に有意義にね有意義な時間をね過ごさせてもらいましたけども、やっぱいいですよね、送迎付きっていいですよね。で、チャンギ到着しまして、エミレーツは、T1、ターミナル1の利用となりますが到着しましたね。チャンギはね最近ほんと人増えましたね。ツーリストが本当に増えたなというような感じですけどもね。で、こちらで、プライオリティチェックインということになりますけどね、ビジネスギリギリの重量を運んでますので、なんとかね OK になりましたけどもね、はい。荷物はね40キロまでということになります。1人当たり40キロまでですね。で、こちら、チャンギのエミレーツの専用ラウンジに今向かっているところでございます。エミレーツとその横にねカタール航空の専用ラウンジもありましたね。それではねエミレーツのラウンジに入っていきたいと思います。中東系ですのでね、僕初めて本当に乗るので、エコノミーでさえ乗ったことがなかったんでですね、ものすごくこう楽しみにしながらね、この日を迎えたんですけども、プライベートラウンジなんですけど、シーティングエリア広かったですね。エミレーツ航空、ハブ空港としてね結構チャンギの往来が多いんですね。便数が多いんですね。オーストラリアに、向かう時にハブ空港として、チャンギをね結構利用してまして、便が結構いっぱいあるんですよね。なので、プライベートラウンジも、あるんじゃないかなということなんですけど、なんといってもこの今映してるね、ラムチョップのステーキがそのままありましたね。別にちっちゃくないですよ。普通のサイズでした。ラムチョップもうなんといってもこれが目玉かなと思いましたけど、それ以外にもねエビチリだ、チキンを煮込んだやつだ、先ほどサテもね映ってましたけども、メインの料理品数ちょぼちょぼもうね6種類7種類あって、でなんといってもエミレーツといえば、シャンパンはモエシャンドンということですね。でその他リキュール類がこのようにありまして、で、こちらがオードブルアピタイザー系ですね。いろいろありましたね。もちろんアラブの前菜もありますし、こうやってカツオのたたきだなんだ、フルーツもあったりしながらね、ほんといろいろありましたけども、これが私が取ってきたものですけどね、本当にびっくりしました。先に
お伝えすると、この今から食べるのはポテトのキッシュみたいなやつなんですけどね、一つ一つ美味しかったんですよね。ラウンジの料理として考えた時に、これ今からラム食べるんですけど、かなり完成度高かったですね。ラムも美味しかったんですね。おっさんうなずいております。はい。そんなに臭みのあるラムでもなく、程よいちょっと香るぐらいのラム特有のね獣臭さ少しは感じますけども、でも十分美味しかったですね。ちょっとびっくりでございましたね。やっぱなんか豪華だなっていう、ラウンジの食事も豪華だなっていう感じでしたね。で皆さんねチケット取るときに何を利用されているかわからないですけども、結構スカイスキャナーまだ利用している方って多いと思うんですけどね。でスカイスキャナーでエミレーツのサイトに入って手配するときに、一番安いビジネスクラスのチケットを手配したらラウンジ利用できません、あと送迎ありませんっていうのが一番安いんですね、エミレーツの、チケットは。で送迎付きです。ラウンジも利用できます。で僕の場合はオスロまで行くので、ノルウェーまで行くので、デュバイのラウンジも利用するっていうことなんですけど、ラウンジ利用送迎利用だと一番安いチケットから$500新ドルで$500ぐらいアップするんですけど、その$500っていうのはね、もう皆さんの価値観じゃないかなと思います。せっかく乗るんだったらということで、今回僕はねせっかくそんなに乗る機会今後あるかちょっとわからなかったので、せっかく乗るならってことでね$500アップ払いましたけどもね。はい。ただこの今デザート、珍しく私デザート食べてるんですけど、ラウンジとしてはやっぱりチャンギといえば S 級ラウンジっていうのあるかもしれないんですけど、ラムの美味しさとかはちょっと S 級よりも上なんじゃないかなと思います。食事が本当にできるっていう感じなんですよね。はい。とってもいいラウンジでしたね。で、今回利用する飛行機がこちらでございます。エアバス380ですね。380、2階建ての飛行機になりますけど、これに乗るのも僕ほんと久しぶりですね。S 級で乗った以来、香港路線に乗った以来のエアバス380でしたけどもね。はい。2階は、ほとんど全てビジネスクラスみたいな設定になってますよね。エミレーツの場合は。はい。で、初めて乗りますんで、仕事で行くんですけど、フライトがこういう感じになってると、ちょっと楽しみでもあったりするんですけどね。飛行機好きの私としてはね。で、もう皆さん見られてる方も多いと思いますけど、このキンキンギラギラのね、ビジネスクラスでございます。もうザ金持ちの装飾っていう感じのね、色合いがそうですね。でウェルカムドリンクはもちろんモエシャンドンということになりまして、このドリンクも飲めますけど冷えてはないということですね。設定としてはスペックとしてはね、スタッカートなので、今や当たり前ですし、もう今や個室というのがね当たり前になってきつつありますけども、私は、全然十分に楽しんでおります。で、何がすごいかって、さっきちらっと映したんですけど、右サイドその窓側にこうやってすごい収納多いんですよね。これは本当いいですよね。ちょっとこの部分若干壊れてんのっていう感じでしたけど、で、最初に配られたというか置いてあったのはこのスリッパですとかアイマスクですとか、ね、そういうのはもうすでに置いてあって、で、後ほどお見せしますが、別にねアメニティは配られます。でこの機内のエンターテインメントも言語が多いこと、本当に
すごいいっぱい言語がありましたけどね、もちろん日本語もありました。日本路線飛ばしてるのでね、で日本語に変えて今映しておりますけどね。機内のエンターテインメントも番組の数、プログラムの数が多いですよね。で今なんかチラチラなんかしようとしてますけどね、なんか何やってんでしょうね。Wi-Fi つなげたかったっていう話なんでしょうけど、 Wi-Fi も、無料です。ビジネスクラスは当然無料になりますが、本当不自由のない何不自由のない、ビジネスクラスという感じですね。このように今映画を探してたりしてますけどもね、本当先ほどから言ってますようにかなり充実しています。プログラムはかなりの数ありますし、ウェルカムドリンクは当たり前のように、モエシャンドンですし、モエシャンドンが別に好きなわけではないんですけどね、エミレーツといえばモエシャンドンみたいなところはねありますけれども、でねそのうち機内食のメニューがこう配られまして、シャンパンはモエシャンドンですよと。で、白ワイン赤ワイン、置いてあります。やっぱり物が結構いいですね。置いてあるワインも美味しいワインが多いんですが、先ほど言いましたように深夜便ですので、軽いね、ライトミールとあとはブレックファーストが、ありますということですね。シンガポールからだいたい飛行時間7時間ですので、そのような、一つ出るよというような感じですが、今一応取っております。配られた、アメニティはブルガリのポーチで来ますということですね。中に入ってるのはね、僕はあんまり男性用化粧品全然詳しくないので分かりませんでしたけど、ブランドのねブルガリのなんかが入ってたり、シェーバーが入ってたりみたいな感じでしたけどもね、中身はかなり充実はしてました。で、いよいよタクシングして離陸となりますけどね。機内の、安全ビデオですね。でこの方ね、今この映ってる方、僕の勘違いじゃなければ乗ってたような気がするんですよ。この女性乗ってた気がしますけど、時間が経つにつれてみんな顔が似てるなって、みんな顔が似ててなんか勘違いかなとも思うようになっちゃいましたけどね、もう全然見分けがつかなかったおっさんなんですけどね。で、そうこうしてるうちにいよいよ離陸となりますと思ったらですね、寝ちゃったんですよね。おっさんらしいミスでございます。もういきなり朝食扱いの画像になっちゃって申し訳ございませんけれども、こちらが中華です。ミーですね、麺類、焼きそばみたいなもんですけどもね、シンガポールの、焼きそばみたいなもんを、注文しましたけどもね、少し水っぽかったんですけど味は良かったです。若干ちょっとね水気あるなみたいな感じはしましたけど、でも味は良かったんで美味しかったですね。でこのチキンもこれですね、もう美味しかったですね。なんて言うんでしょう、春巻きの皮ですかね、でくるんであるようなやつでしたけど、でこのねクロワッサンもね温かくて美味しかったんですよね。エミレーツのクロワッサン結構機内食の中ではいけるかなと思います。でクロワッサン食べ終わったらこのなんかパンケーキ的な、これなんて言うんですかね、こういうのが配られてましたので一つもらいましたけどね、十分な量の朝食でしたね。これはこれで美味しかったですよね。めちゃくちゃ美味しいみたいなのはあんまないんですけど、であとフルーツですけど、フルーツは普通っていうか、そこまでめちゃめちゃ甘いみたいなのはなかったですけど、ぶどうは甘かったですね。美味しくいただきました。
で、エミレーツの A380 といえばこのバーカウンターですよね。機内にバーカウンターがあります。見て動画撮ってたら中入っていいですよって言われたので、中入っておりますけどもね、自分写しちゃってびっくりみたいな感じですけどもね、こういう記念写真1枚撮らさせていただいてね、撮っていただいてで、就寝の時間になりますということでございます。もう寝て起きたらだいたいシンガポールからデュバイまで7時間なんですね。約7時間です。なので機内食すぐ出てきて、でバーカウンターでちょろっと飲んで寝たらもう到着みたいな感じでね、もうあっという間の7時間になりましたけども、今回ですね、次のフライト動画がね、そのデュバイオスロ間になるんですけど、ビジネスクラス、先ほど言った500ドルプラスで片道やっぱりちょっと高いですね。3200ドルぐらい、しました。全部で片道3200ドルぐらいです。これは仕方ないんですけども、これが昼間だとかもうちょっと早い時間のね、9時半ぐらい発のデュバイ行きだと、機内食も普通にディナーが出るんですけど、今回私夜中12時50分発だったのでね、朝食の機内食になりますけど、やっぱり噂にたがわぬ高級感のある、航空会社だなというのは実感しましたね。ちょっと贅沢する時とかはやっぱり中東系いいんじゃないかなと思いますね。はい。ただ一点ですね、これは本当にね、個人の価値観かなと思うんですけど、前回というか以前ですね、フィンエアの、ビジネスクラスのね動画を上げたんですね。オスロじゃなくてヘルシンキシンガポールでビジネスクラスを利用したんですが、その時に利用したねフィンエアの、ビジネスクラスシートが、僕がもうすごく良かったっていうお伝えしてるんですけど、シートだけを見ると僕はやっぱり、フィンエアの方がいいなというふうには思います。やっぱりフィンエアは本当に広いので、幅がですね、なのでシート一つ取るとフィンエアの方が僕は居心地が良かったのかなと思いますね。エミレーツはね普通のスタッカートなので、別に悪いとこはねないんですけど、フィンエアのビジネスクラスシートの幅広感にはちょっとやっぱりねかなわないなというのは感じましたけども、ただねもうそれ以外がね群抜なんでねもう贅沢言うなっていう感じですけどもね。はい。でね皆さんもねエミレーツ乗られる機会ねあるかないかわからないですけれども、シンガポールデュバイっていうね区間はなかなかね利用しないかもしれませんけどね、東京からねヨーロッパに行く、中東地区行く、アフリカ行くっていう方もねいらっしゃるかもしれませんがね、ちょっとね贅沢したできそうな時はね、やっぱり中東系、エミレーツ航空ね利用されてもいいんじゃないかなというふうには思います。あとですね、意外っちゃ意外だったんですけど、キャビンアテンダントさんがアジア系の方が多かったんですね。シンガポリアン、あと中華系の方、あと韓国系の方、顔立ちなんですけどね、アジア系の方が多くて、実際のね国籍はよくわからないですけど、意外にアジア系の、キャビンアテンダントさんが多くて、それもねちょっとびっくりはしましたけどもね。はい、もちろん、皆さんねにこやかで素晴らしい、ホスピタリティだと思います。はい。てなわけでね、ドバイ国際空港に着きまして、もう着いた途端に
ギラギラ感を感じちゃったんですけどね、やっぱ違うなみたいな感じでしたけどね。で、今からこのね、本拠地でありますね、ドバイのエミレーツのラウンジに向かっておるとこですが、その模様はね、また次回の動画でご案内させていただきたいと思います。では今回もご視聴誠にありがとうございました。